通常の講義を一貫するものとしてラプラス変換の話をしたいと思います。ラプラス変換というのは、ちょっと覚えないといけないことが、公式を覚えてですね、パッと使うということになりますので、覚えるのにコツがいるということで、まあ、ちょっとそのコツを、示しながら、ラプラス変換の、解説していきたいと思います。はい。でラプラス変換の元々の式っていうんですけど、まあ、ラプラス変換を L で表すとすると、こういうふうに、これラプラス変換の部分なんですね。で、これは積分になると。時間積分になります。はい。で、こういう積分で与えられるということになってるんですけど、この定義式がなんでこんな形になるかというのをもう少し意識しないといけない。まず0からになってるんですけど、まあ、ここに注目してください。でですね、これのさらに、ここがなんでマイナスなのかということですね。これは S が無限大になったときに、実数部分ですけど、0じゃないといけないからです。そうしないと、積分できない。ね。わかりますね。で、仮に、これ S が正の時だけ、S の実数が正の時だけなんですけど、仮にですね、そうじゃないとしても、そうじゃなければですね、できないんですけど、まあ、この条件いると。で、仮にそれが0だったとしても、マイナス無限大ではダメですよね。だから、そうすると、当然、ここも0になる。ダメだということわかります。はい。で、よく見てください。でもう一つ、これ、時間の微分になってます。ごめんなさい、積分になってます。時間の積分になってるっていうことはですね、この変換っていうのは、時間、つまりセカンドとかの次元がプラス1になるということでもあるわけです。ちょっとそれは覚えてください。はい。このラプラス変換時間は時間の次元一つ上げる。そして最後、この S っていうのは、次元で言うと、時間をかけると、指数関数のここって愛にないはずですから、次元で言うとこのヘルツと同じで、時間の次元のマイナス1なんですね。はい。で、こういうのを、この式を覚えながら、覚える鍵としながら、2つのキーをとりあえず意識しておいてください。で、ラプラス変換の一番の特徴は微分の式ですね。つまり、さっきの時間微分だったわけですね。それか、どういう形になるか。ということなんですが、これはですね、まあ、導出は省きます。実はラプラス変換した後であれば、S をかけるだけであると。だから、そして実はこれが入るんですけど、公式。で、なんでこういうのが入るのかわからんとかあるんですけど、導出すればわかるんですけど、しょうがない。覚えるという観点から言うと、よく見といてほしいんですけど、時間の次元を見ればいいんですよ。時間の次元はここでマイナス1になるんですね。ここでプラス1になるんです。微分すると、時間で割ったと同じ次元。さらに時間かけると、プラマイゼロになる。
というのは、ここで言うと、時間の次元がプラスで、ここが時間の次元がマイナスなんで、S かけるのと次元的には同じなの。だから、ここ2乗になることもないし、マイナス1乗がつくことも絶対ないんです。ここ絶対に S。そうすると元の関数のこの次元になって引き算もできるということで考えてください。はい。で、微分の式を、他にもいろいろ線形性とかあるんですけど、置いといて。で、覚えないといけない最初の鍵は、一つだけ覚える。すなわち、E の AT というやつです。これが S-A 分の1。これ導出できますからね。導出できるけど、覚えろという話になるんです。覚えると。はい。覚えておけば、あと全部出ると。はい。いうことです。で、試しにですね、L の0は E のマイナス無限大 t と同じですよね。まあ、はい。t が0だったら分かりませんけど、そうすれば大体0ですね。覚えるためのキーだから、数学的厳密性よりも、はい。直感でいいです。リミットを書くべきだとかありますけど、0ですね。あ、違う。そうすると、当てはめればいいです。これ0です。同じように、1も解くことができます。L、ラプラス変換の E の 0t です。すなわち S-0 分の1。すなわち S 分の1と。簡単に出すことができます。ね。はい。で、ちょっと本番いきます。オイラーの公式を使えば、サインも簡単に出るわけです。コサインの AT ですね。書きながら考えればいいです。何ですかね、これっていう話ですけど、オイラーの公式を使えば、実数部を E のマイナス JAT ですよね。はい。いきますけど、まあ、そう、平面があって、遅れてる。ちょっと複素平面があって、少し見えるようになってきたかな。はい。リアルパートのイマージナリーパートと、こうなってて、シータがあって、ここが E の J シータと、ここサインシータです。すなわち、ここはサインシータですね。なってますから、サインシータっていうのは、リアルパートという関数があるとしたら、これの E の J シータである。でこれを使ってこう解けばいいんです。こうなりますね。で、リアルパートっていうのは、この積分の形から言って外に出しても構いませんので、覚えるための鍵ですから、数学的厳密性というのは証明して大丈夫だということを後で言っときゃいいだけですね。こうなります。すなわち、リアルは残りますけど、ここが S が JA になるだけですね、A がね。はい。ちゃんと実数化すれば、はい。これが出る。で、この形に至っても、下の次元は、分母の次元はセカントのマイナス2乗です。上の次元はセカントのマイナス1乗ですよね、単位的にね。だから結局合計するとセカンドになる。内側もラプラスのセカンド。ここが次元なしだとするとですね。はい。次元ないとみなしていいと思います。三角関数は。はい。いいと同じ考え方ですからね。はい。ということです。で、だからもう簡単で、サインも同じように出るじゃないかと。多分、サインの場合は、イマジナリーパートになる。ここがね、ここがイマジナリーになる。ここがサインです。はい。そうすると、ここは A になるわけです。ということで、簡単に出てしまうということになります。で、ちょっと勢いに乗って、最後までいこうかなと思うんですけど、これ、黒板をずらすとこんな風になるんですよね。
上の文字消えましたけど、もうちょっと下スペースでいきますとね。よくで、ラプラス変換の関係で出てくる式の形として、E の AT 乗、コサインの DT というののラプラス変換を合わせて出てきます。で、これ、複素数にするだけなんです。つまり、これは E の AT かけるの E の JBT のリアルパートです。もう一まとめできます。A プラス BJ、JB です。一まとめにすることができますから、すなわち、これはリアルパートの S マイナスの A プラス JB の形になります。で、ここちょっと、S はですね、本当は複素数だったんですけど、実数扱いして、書き直すと、S マイナス A が内側に移って、事乗で、B の事乗で、S マイナス A と、なるわけですね。はい。でも、イマジナリーは、サインだったらイマジナリーになるわけですから、簡単です。はい。これで、相当数のやつが非常に簡単に導出できるということがわかると思います。あとはですね、きれいに一画面が収めようとすると下切れるかもしれないんですけど、よく出るのは t の、e の at というやつのラプラス変換です。はい。これですね。ちょっと、だんだん黒くなるのに時間かかるんですか、これ。画像認識の関係ですね。はい。AT なんですけど、ちょっとちゃんと映ってないかな。はい。で、これはですね、ちょっと変わってて、ずっとこう横に書いていくと、実は、これは A で積分じゃないや、微分した E の AT じゃないですかと。A で微分すると T が前に出ます。A で微分していいんですかというと、いや、もう数学的には A も T も同じ変数とみなしていいわけです。変数とみなしたら微分できる。で、A でこいつを微分するというオペレーションと、この積分ですね、上にある積分。これこっち S がT が対象、こっち A が対象ですから、順番をひっくり返すことができます。はい。同じものだったらできませんけど、できます。ということは、外に出せるということを意味しているので、DAD の、で、ここ入れればいいわけですから、S マイナス A 分の1になります。ちょっと隠れちゃう。ちょっと隠れちゃったね。はい。動かすと、でも、これ、なかなか再認識するのに時間かかるので、ちょっと画像が乱れますけど。はい。だいたいうまく映ったかな。はい。ね、でこれ最終的には、入るかな。S マイナス A の非常の1になるんですけど、で、常習せない感度ですかというと、これよく単位を見ればいいんですけど、これね、t セカンドでしょ。これ単位ないとして。ここ、ラプラスで単位が1個増えるんですよ。セカンドの2乗なんですよ。単位次元的には。こっち側見てください。S がマイナス1以上ですから、はい。これもセカンドのちゃんと2乗になってるんです。最終的にね。ここを2なんですよ。絶対に。3でもないし、1でもない。はい、そうしないと合わない。導出してもいいけど、ある程度自分で覚えようとしてるときに、こここうだよねってやれば覚えやすい。すべて次元合ってます。はい。はい。ということで、ほぼこれで、ラプラス変換表に出てくるラプラス変換全部カバーしてると思います。はい。デルタ関数はちょっとね、ありますけど、余談として、
デルタ関数 t ですね。1になりますけど、なぜここ次元なしで、ここなるのかって考えてみたらいいんじゃないですかね。デルタ関数っていうのは、積分すると1になるっていうディラックデルタ関数ですから、実はこれは S のマイナス1という次元を持っていると見なせる。でこれ S でちゃんと合ってる。はい。まあ、ちょっとこじつけ入ってるかもしれませんけど、いいんです。これ、初めてやって覚えようとする人向けだから、こんな形でもいいから、ラプラス変換表を自分で何も別に書いてみて、何回かやってると、多分もうあとはそれなり覚えられていくと思います。これと、これちょっと特殊ですね。これこれこれを思い出すんだったらこれを思い出してください。これね。これを思い出せばこれ出ます。はい。こっちで覚えててもいいぐらいです。はい。そうでもないかな。かけるようになれば、あとはですね、ラプラス変換の、物理的意味とか、S は複素空間でどういう意味だとか、そういう話は、その後で、一旦これができるようになると、少し自信がついてくるので、はい。まずは覚えるというのをやってみてください。